2023年9月13日、ロンドンガトウィック空港へ到着した航空機内でとある殺人事件の犯人が逮捕されました。You okay just to swap over? Just yourself come with me, and if you go with my colleague over there, is that alright? I suppose if you got like a cabin bag. Which one is your bag? I don't know any bag. We'll look overhead. Right, can you put your hands together like that, please? Yeah, I'll explain more outside, okay? 警察に冷静に応じたその男は殺人を犯しながら罪に問われることはないと本気で信じていたんです。2023年8月10日、イギリスサリー州ウォーキング、とある一軒家に駆けつけた警察はその家にあった少女の遺体の様相に思わず戦慄していました。一体どれだけ殴られたって言うんだ。遺体は全身70カ所以上のあざや傷、やけどを負っており目も当てられない状態。しかしこの事件の犯人はボロボロのその遺体の様子とは裏腹にこう話をしていたんです。しつけのつもりで殴ったんだ。しつけなら体罰は合法だろう。全身70カ所に傷を負って亡くなった少女と罪の意識のない男がしつけだと言い放った壮絶な暴力の全貌とは。少女を引き取るその以前からその男には子供を育てることなど到底不可能だと分かりきっていたんです。ボンジュール、ケンちゃんです。やみやみかんです。というわけで、やみよさん、相変わらずね、かぶれちゃってるんですけど、自分で言ってんじゃん。ヨーロッパ旅行、1カ国目、フランスに行ってきまして。フランスといえばやっぱりエッフェル塔じゃない？まあ、これ。ルイ16世？違う。カミロ。世界で一番有名な絵は。はい、モナリザ。正解です。ルーブル美術館でベタにね、モナリザを見に行ったんですよ。あら。なんかね、ずっと目合ってる気がした。ちょっと怖いわね。ルーブル美術館で1日じゃ見れないのよ。そんな広いのね。1日中見ても足りないぐらいらしくて。だからちょっと絞って、モナリザ見に行って、ただモナリザの前にめっちゃでかい絵があって、その絵も面白くて、キリストが亀から出てる液体をワインに変えるんだ。みたいな。俺なんかもうさ、聖書とかわかんないけどさ、旅行行きながらめっちゃ調べて、原材とか食材とかもあんまよくわかんなかったんですけど、別にキリスト教じゃないけど、そういう宗教とかを知っとくと、多分アートってもっと楽しめるんだろうなっていうね。私、この前ね、普通に日本の美術館かなんか行った時、チャット GPT に聞きながら見るのも面白いなって思った。それもありだと思う。ね。イタリアのコロッセオにも行ったんですけど、音声ガイドが間違えて英語で予約しちゃって、わけわかんない建物をわけわかんない英語で説明されて、わけわかんないから、チャット GPT の音声モードで英語で聞かせて、周辺知識も付加して返してみる。便利な使い方。ただちゃんとガイドの方が情報細かいと思うんで、皆さんもね、もしルーブル美術館行くことがあれば、音声ガイドは必須ですわ。今回は2023年の8月にイギリスで起こった殺人事件をご紹介します。10歳の少女が全身に70カ所以上の傷を負って亡くなってしまったという非常に残忍な事件なんです。70カ所以上ってさ、10歳の非力な少女になんでそんなひどい仕打ちができるわけ？本当に理解もできないんですけど、犯人は少女の父親なんですけれども、この父親は自分の犯行は許されるはずだと思ってたんです。だからこそ、この犯行の発覚っていうのは父親自身の通報で分かったんです。殺意なき殺人。2023年8月10日、イギリスサリー州ウォーキング。深夜2時を過ぎた頃、警察に1本の通報が入りました。娘を殺してしまった。なんというか、強く殴りすぎてしまったのかもしれない。戸惑った様子で語るその男は、ウルファン・シャリフ。電話での彼の言い分は、意図せず殺してしまったとでも言うかのようでした。しかし警察がウルファンの自宅へ向かうと、とてもそうは思えない光景が広がっていたんです。ウルファンの自宅に彼の姿はなく、家の中は不気味に静まり返っていました。さらに警察が室内を進むと、キッチンの床には赤いシミが。これは結婚か？嫌な予感を覚えた警察はより一層慎重に歩みを進めます。そしてたどり着いた先は子供部屋。そこで彼らの目に留まったのはベッドの上で不自然に膨らんでいる一枚の毛布でした。恐る恐る毛布をめくった警官は思わずその顔をしかめました。毛布の下には全身あざと傷だらけの少女の遺体が横たわっていたんです。こんなさ、ひどい状態で亡くなっちゃってんのに、つい強く殴ってしまったなんてさ、いやもう全然殺す気満々に見えるじゃないの、普通に。しかも父親はこの他にも現場の状況とはちぐはぐな証言ばっかりするんですよ。
亡くなっていた少女の名はサラ・シャリフ。遺体の隣には通報してきた父ウルファンのものと思われるメモ書きが。娘を殺してしまった。もうダメだ。ウルファンが電話口で語ったのと同じように、まるで犯行がわざとではないかのようなその言葉は、無残に傷つけられた遺体の状況と明らかに矛盾していました。検視の結果、被害者サラの死因は殴打などによる外傷性脳損傷と判明。その家にあった掃除機やクリケットのバットには血が付着しており、彼女はそれらで散々に殴打され亡くなったと考えられました。この他、肋骨、肩甲骨、脊椎など11箇所の打撲、アイロンや熱湯による火傷、噛み傷などを合わせ、彼女には全身70箇所以上の傷が。そして悲惨と言わざるを得ない娘のそのありさまにもかかわらず、父親のウルファンは電話口で確かにこう話をしていました。これは娘のしつけのためだったんだ。しつけのための体罰は合法のはずだろう。どうしてそういう考えになるの？どう見ても合法なわけないじゃないのよ。おっしゃる通りで、この父親のサラに対する虐待っていうのは、誰がどう見ても到底許されるものではなかったんです。彼女は一見幸せそうに見える家庭の中で、かなり長期間暴力にさらされていたんです。見過ごされた真実。事件が起こる4年前の2019年、サリー州ウォーキングのその家には子供たちの楽しそうな声が響いていました。みんな席について、夕飯ができたわよ。母ベイナッシュ・バトゥールに呼ばれ駆け寄ってくる6人の子供たち。そのうち2人は彼女の再婚相手であるパキスタン移民ウルファンの連れ子でした。当時6歳のサラも連れ子のうちの1人。彼女は一時父ウルファンと離れて暮らしていましたが、親権が移り最近この家で暮らし始めたんです。この家族にサラの叔父ファイサル・マリクも交え、一家は9人の大所帯に。そしてサラはそんな大家族のムードメーカー。サラは本当に歌が上手ね。歌やダンスが得意で、家族の前でたびたび披露しては彼らを和ませていたんです。サラはママ母ともうまくいってるみたいに見えるし、何の問題もないように見えるけど、この裏で父親に暴力を振られてたってこと？そうなんです。そしてサラが人知れず暴力を振るわれているってことに気づいてた人もいるんです。それにもかかわらず、彼女に救いの手が差し伸べられることはなかったんです。仲睦まじく見えていたサラたちの家族ですが、彼女が9歳を迎える頃、その暮らしにも陰りが見え始めるんです。ねえサラ、その目の傷どうしたの？ある時、担任教師からそう問われたサラ。彼女の左目には痛々しいあざが浮かんでいました。しかし原因を尋ねられたサラは何でもないことのようにこう答えるんです。ああ、これ転んだだけよ。サラの説明に納得できなかった担任は彼女を問い詰めますが、何度聞いてもサラは転んだというだけ。そのため担任もそれ以上追求しなかったのですが、数ヶ月後、彼女はサラが何かやはり隠し事をしていると悟るんです。その日、サラは顎と右目に傷を負った状態で登校してきました。以前は無理に自分を納得させていた担任も、たびたびボロボロの状態で学校へやってくるサラをさすがに見過ごすわけにはいかず、児童相談所へ連絡を入れるんです。サラ・シャリフさんのお宅ですね。あの家なら問題ありませんよ。担任がいくら訴えても、児童相談所の職員は問題ないの一点張り、自宅に様子を見に行くことすらしませんでした。そしてもしこの時児童相談所が父ウルファンの経歴を調べていたとしたら、問題ないという判断は職務怠慢以外の何者でもないんです。時は遡り、サラが生まれる数年前の2009年のこと。当時27歳だった父ウルファンはインターネットを介して知り合ったポーランド人女性オルガ・ドミンと結婚。2人はその後1人の息子に恵まれますが、その結婚生活は決して平穏とは呼べないものでした。くそ、今月も給料がもうなくなっちまった。イラつくぜ。ウルファンはタクシー運転手の仕事をしていましたが、金遣いが荒く、給料をすぐに使い果たしては妻にお金をせびっていました。しかし妻オルガにも渡せるお金はそれほどなく、夫婦はたびたび口論に。そんなどう考えてもウルファンに非がある状況において、ある時彼は妻オルガに油をかけ火をつけようとしました。言うこと聞かねえなら丸焼きにしてやるよ。この時は間一髪で親戚が仲裁に入り、妻のオルガも軽傷で済みましたが、ウルファンは逮捕されることに。結局彼は証拠不十分で釈放されますが、この時長男も怪我を負っていたため児童相談所が介入。以降ソーシャルワーカーが頻繁に家庭訪問を行っていました。この後夫婦の間にサラが生まれますが、彼女が2歳にも満たない頃に両親は離婚。サラと兄は児童相談所の判断で里子に出されるんです。当時父ウルファンはソーシャルワーカーとの面談で家庭内のことをこう語っています。
うちに暴力などあるはずないだろう。サラは最高に可愛い大事な娘だ。そう言って自身の暴力の一切を否定したウルファンは離婚の原因すらも妻のオルガになすりつけ、自分は被害者だと言い張りました。父ウルファンの横暴なその振る舞いは危険と判断され、裁判所命令で家庭内暴力加害者更生プログラムが実施されることに。しかしその制度をもってしても彼の更生は不可能でした。全16回のセッションのうちウルファンが参加したのは10回のみ。さらにセッションにおいて彼は他人を操作しようとする、人の話を聞かず共感を示さないなど危険性の高い評価を下されたんです。そんな決して真面目とは呼べない評価をされていたにもかかわらず、その後なぜかサラやその兄の親権を得ることになった父ウルファン。担任教師から通報を受けた際、児童相談所はなぜ問題なしとしたのか、その判断にもただ疑問が残るんです。この話を聞いてさ、家庭に問題なしなんて判断をする児童相談所なんてもう信用できないじゃない。適当な仕事してるとしか思えないですよね、これ。こうして見逃されてしまったサラに対する父ウルファンの虐待。その虐待はママ母にも伝染し、サラはさらなる暴力にさらされてしまうんです。笑顔を絶やさない少女。2021年5月、サラが再び父ウルファンと暮らすようになり、約2年が経ったその頃、ママ母のベイナッシュは自身の姉に一通のメッセージを送りました。またウルファンがサラを殴り倒したの。あの子の体はもうあざだらけよ。メッセージの内容から一見して彼女は父ウルファンの虐待に心を痛めているように見えます。しかし実情はそうではなかったんです。このクソガキが！近隣住民はママ母ベイナッシュが子供に罵声を浴びせかける声を頻繁に耳にしていました。彼女がサラを案じるようなメッセージを姉に送ったのは、周囲に対し自分は無関係だという印象を与えたいためだったのかもしれません。そしてサラはいつしか学校にも通わなくなり、両親の虐待は輪をかけてエスカレート。こうして迎えた2023年8月9日、サラは梱包用テープで手足を縛られ、数時間もの間殴る蹴るの暴行を加えられました。クリケットのバットや金属の棒で殴打する、首を絞めるなどの激しい暴力が繰り返されるうち、彼女はとうとう息を引き取ってしまったんです。嘘だろ、本当に死んじまったのか。完全に加減を忘れてしまっていた父ウルファンは動かなくなった娘を前にひどく取り乱しました。そして彼は大慌てでスマートフォンを取り出すと、深夜2時を過ぎた頃、父ウルファンとその家族7人はロンドンガトウィック空港を訪れていた。一体これからどうすればいいんだ。うなだれるウルファンの手にはパキスタン行きの航空券が。サラを殺害してしまった彼がとっさに思いついた行動はイギリスから逃げることだった。フライトは彼女が亡くなってからわずか2時間後。間に合わせの荷物で飛び出してきた8人家族にはただ重苦しい空気が漂っていた。そしてフライトの時刻が刻一刻と迫る中、ウルファンはふと顔を上げるとこう言った。イスラマバードに着いたら警察へ連絡を入れよう。殺す気はなかったと説明すれば彼らも分かってくれるはずだ。そう、父ウルファンはたとえ殺人を犯したとしてもわざとではなかったとすれば罪にならないと本気で信じていた。最初に警察が家に来た時誰もいないのおかしいなと思ったけど、パキスタンに逃げてたのね、こいつは。でも未だに疑問なのは、なんで殺人を犯したのに罪じゃないとか思ってるの？その考え方には彼の祖国パキスタンの法律が関係しているんです。というわけで本日のメトラキーワード、パキスタン刑法第89条について。パキスタンでは刑法第89条によって次のように定められています。保護者または法的責任を負うその他の者が12歳未満の子供に対して行う体罰は本人の利益のために誠実に行われた場合犯罪にならない。つまりパキスタンには保護者がしつけのために行う暴力を認める法律が存在するんです。ただし昨今はこの刑法第89条に対して人権侵害の見方が強まっており、2021年にはイスラマバード首都圏体罰禁止法案が可決。首都のイスラマバードに限定される法案ですが、体罰を禁止する動きが見られ、今後全国に広まっていくことが期待されているんです。2023年9月13日、サラの遺体が発見されてから1ヶ月後のその日、父ウルファンは妻のベイナ氏と弟のファイサルを伴いイギリスへ戻りました。彼らは待ち構えていた警官により空港へ到着したばかりの航空機内で逮捕。3人は殺人罪で起訴されることに。裁判において父ウルファンは当初サラの死の責任を妻のベイナ氏に押し付けようとしました。しかし最終的には観念して自身の罪を認め、次のように語ったんです。サラはチキンビリヤニとギターを弾くことが大好きだった。少し生意気なところもあったけど、私にとって天使のように愛らしい存在だったんだ。私は本当に残酷な親だ。
事件から約1年後の2024年12月17日、サラの殺害で有罪となった父ウルファンとママ母ベイナッシュに下された判決は最低40年仮釈放なしの終身刑。また、叔父のファイサルは暴行を見過ごした罪で懲役16年の刑となりました。ママ母ベイナッシュのカメラには事件の2日前のサラの姿が収められていたといいます。その映像の中で映されていたのは兄と共に笑いながら歌って踊る無邪気な彼女の様子。サラはどれだけ殴られあざができても人前では決して笑顔を絶やさない少女だったんです。家庭内で何があっても弱音を吐かず、いつも気丈に振る舞っていたけなげなその少女がなぜ死ななければならなかったのか。体にあざを浮かべ、周囲が虐待の兆候に気がついていたにもかかわらず、なぜサラを救えなかったのか。もし身の回りの子供に虐待の疑いがあると気がついたとして、あなたならどのような判断を下しますか。1984年3月16日、アメリカ・ルイジアナ州のバトンルージュメトロポリタン空港で衝撃的な事件が発生しました。夜9時半、空港のロビーに突如響いた銃声。至近距離から発砲され、その場に倒れ込んだ男はジェフリー・ドゥーセット。児童誘拐の罪で逮捕され、裁判のために護送されてきた男でした。空港にはジェフリーの姿を捉えようと報道陣が詰めかけており、彼はカメラに捉えられるその中で射殺されてしまったんです。ジェフリーを撃った帽子にサングラスの男の正体はレオン・ゲイリー・プラウシュ。11歳の息子を誘拐された上、性的暴行を加えられた彼は復讐のため空港で待ち伏せをしていたんです。ゲイリーはその場で取り押さえられますが、その最中にも警察に向かってこう叫び続けていました。自分の子供が同じことをされたら誰だって俺と同じことするだろう。彼は殺人罪に問われますが、その行為に一切の後悔はなかったんです。一方でこの事件を知った11歳の息子は犯人の死を悲しみ、父を強く恨みました。11歳の少年をもてあそび、その父親に射殺された男。父親を復讐に駆り立てたその卑劣な犯行の全貌とは。一方で男に誘拐されたその少年は自分が犯罪被害者だと気づいていなかったんです。この動画の続きはオンラインサロン秘密結社アルゴメトリーでご視聴ください。